はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回少し公開が遅くなってしまってすいませんでした。今回は6月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。お願いします。あとですね、私お知らせをいつも公式 LINE の方でしていますので、もしまだお友達登録まだの方はお友達登録お待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド10、ペンタクルスの10、ペンタクルスの2、そしてカップ8逆、タワーの逆、ワールド逆、すごいですね。ソード9、ソードのナイトとカップのページ、そしてオラクルはじゃん、カップ10です。なんと10が3枚も出てます。さらにワールドにタワーにってすごい強いですね。まず星の話をさせていただきますが、いかがでしょうか。5月の21日以降ですね、後半特に6月の20日ぐらいまでっていうのは太陽星座がね双子座にいる季節ということで、非常に流動的に物事が動きやすい、移動していく、変化していく、流通させていく、コミュニケーションを取っていくとかって、そういう流れの早いタイミングなわけです。でこの流れを魚座さんはおそらく自分の心の中の風通しみたいな形で風通しが良くなって心がすっきりするか、もしくは今までなかった考えを取り入れられるようになって解放されるような気持ちになったりとか、または本当に物理的に自分の家の中とか家族の在り方とか自分が引っかかっていたこととか、そういったことにも変化が起きてきやすいようなタイミングなんですね。なのでまず一つは自分の気持ちとか、家の中もそうですけど自分の部屋の中もそうですし、自分の無意識とかそういう内側の感情面に光が照らされてるよっていうことなんです、宇宙の流れでは。なので自分がどんな気持ちで毎日を過ごしているかとか、自分がどうありたいのかとか、無意識を整えるってどうすればいいのって言った時に、まずは普段見てるこの無意識的に入ってくるこの情報を整えるってことで、部屋を掃除したりとかじゃないものを捨てたりとかっていうのもいいですし、または心を落ち着かせようっていうことで本当にゆっくりと呼吸をするとか、ヨガをするとか瞑想するとか、そういうのもいいですし、何かのワークを受けるとか、内側を整えましょうみたいなのが一番強い時だと思ってください。整えようとして整うのもあるし、または働きかけなくても自然とそういう流れでやっぱりそこに意識向きますよねみたいな流れになるのかもしれません。それもう一つ、次6月15日が新月なので、またその時もね後半の流れはお伝えしていきますけども、6月前半でいうと8日9日10日あたりっていうのが非常に豊かなタイミングになります。これは金星と木星という占星術ではね吉星と言われている社交性とか喜びとか愛情とかお金とかそういう嬉しいものと発展拡大を示す木星っていうのがぴったりとひっつくんですね。なので6月の前半って何か優しい愛が広がるとか豊かさが広がるみたいな、そういうエネルギーがあるんです。でそれが特に魚座さんにとっては自分の表現とか嬉しいこと楽しむこととか表現することとかっていうところで起こるので、もし何かクリエイティブなお仕事されてる方だったら、ものすごくそのクリエイティブな表現が楽しいとか、自分が思うものを表現していける、絵を描くにしても音楽を奏でるにしても何かを作るにしてもお料理一つにしても何かその自分の表現っていうものがそこに乗る非常にクリエイティブな時です。でまたこれは何かその表現しようとしなくても、自分が人生の中で楽しみたいと思うこと、レジャーとか恋愛とか子育てもそうですし、そういう自分が育てたいと思っているものも豊かに楽しく育つよっていうのが星の流れです。でその上でカードで見た時にやっぱりちょっとここまでの流れがね忙しかったのかなって感じもします。ご本人はそこまで忙しかったと思ってないかもしれませんが、とにかく何かをうまくこなさなければいけないというか、これをやりながらこっちもやってたし、本当に例えば自分が進みたい道なんだけど、これまでやってたこともちゃんと整理しながら移動しなきゃいけないとか、2つのお仕事を掛け持ちしてたとか、
なんかそういう感じで非常にご自身が背負っていた荷物が重かったっていう感じがしますね。ようやくそれが終わったんだなっていうようなイメージです。まあ、意外と自分で気づかないうちにあれもこれもって言ってるうちにちょっと荷物が重くなってたぞっていう形でご自身ではうまくそれをこなしていたしこなせていた感じがしますし、そのこれまでやってきたことっていうものが非常に自分にとっては価値あるものとしてプラスに蓄積されてるぞっていう感じもあります。ただ感情的に今特に6月の前半っていうのはその内側とかさっき言った無意識とか精神的なものとかそういったものにすごく焦点が当たっているので、何かこだわっていたものをやめようという動きがあるのかなっていうふうに思います。カップの8っていうのはこれまで大事だと思って集めていたものを置いて本当に今の自分が求めているものを探しに行くっていうようなカードなので、さらにそれがまたその本当に自分の真実に沿った行動をするとそれがちゃんと手に入るよっていうメッセージでもある時なので、何か大きな気づきがあるような気がしますね。そしてその後やっぱタワーの逆位置っていうのもあるので、ある意味ちょっと衝撃というか、自分がこれまでこれが大事だと思っていたのがうわー本当に求めてるのはこうじゃなかったって気づくってすごいある意味なんか衝撃ですよね。いい意味でのね気づきとしてなんかそういうのがあるのかなと思いました。なんでしょうねこれね、ちょっと楽しみですよね。例えばなんかここまで一生懸命ご自身が勉強してきたこととかこれ自分のためになると思ってやってきたことが待ってちょっとそれじゃなかったかもみたいな感じでちょっと引き返したくなるみたいな。でも引き返すことって全然間違いでも何でもないのに、なんとなくこう自分がこれまでやってきたことを否定してるような気持ちになったりとかして、なんかどうしようみたいに思ったりするのかなと思ったんです。ワールドの逆なので現実ここにある今のリアリティというか自分が生きてる世界だったりとかやってる仕事だったりとか自分が見てる自分像っていうのはリアリティじゃないですね。自分っていう肉体とかね、そういったものは何も失われてないし間違ってもないし、なんならそこでちゃんと蓄積されてますよっていうふうに言われてるんだけど、なんかこう一気に自分の世界観が違って見えるみたいな感じがあって、それに対する少し戸惑いがあるのかなと思いますが、何度も言うように今星の動きでは自分の内側を照らされていて、そこをきれいにしていくとか整えていくっていう動きがあるので、自分の真実に気づくための旅路でしかないんですよねこれって。なので何も間違いじゃない、何も失っていないっていうことを覚えておいてください。ただなんかちょっとご自身で考えてみたくなるみたいな感じかな。で特にソードの9っていうのは特に現実じゃないことをあれこれ考えて悪夢を見るみたいな感じのカードなので、その自分であまり自分を追い込まないようにしてくださいね。なぜかっていうとやっぱりオラクルがカップの10なんです。カップの10っていうのは本当に幸せいっぱい、豊かさがいっぱい、本当にそれで合ってるよねとか自分の喜びってこれだよねっていうのをちゃんと分かっているし、そこに向かっていくためにこうちゃんと橋がかかっていくよっていうことなんですけど、やっぱりこうね、やっぱり今までの昔の自分が望んでいたことっていうのは違ってたなってことってありますよね。今の自分だから気づくこと、昔の自分はこれがいいと思ってたっていうのはそれはもう皆さんしょっちゅうそういうことって起こりながら成長していくものなので、なんかそういうのがあるんだなって思いました。なのですごくその内側の気づきっていうところにエネルギーがすごく集中していますし、大きな気づきがあるんだなと思うんですけど、忘れないでほしいのは先ほど言った楽しんでいいんだよとか喜んでいいんだよというエネルギーがあることも忘れないでくださいね。すごくさっきの優しいエネルギーっていうのかな、すごくこういろんなことに気づいた自分が奏でる音楽は素晴らしいとか、自分が書く文章はすごくエネルギーが乗ってるとかもそうだし、自分が本当に作っていきたいものに焦点を合わせていけるタイミングですのでね、この6月前半は。そしてもう一つ気をつけることって言われているのが走らなくていいですよっていう感じで言われています。とてもカップのページっていうのは自分の中でこれいいかもみたいにすごくちょっとって思うようなウキウキとかワクワクみたいなそういう感じもあるんですけど、じゃあそれが見つかったらじゃあそれだって言ってわーって走っていきたくなるかもしれないんですけど、運は逃げないし自分自身も
急いだところで一緒だからみたいな感じで、そんなに誰かをせっついたりしなくていいよって感じで言われてますね。例えば時間の制限があるものに関してはもちろん考えたくなる気持ちは分かります。例えばね、女性だったらその年齢によってその子供を産める時期って限られてるじゃないとかって、だから早くそういう設計立てていかないとって思うかもしれないんですけど、6月の前半で言われているのは、とにかく大事な方向に、自分が本当に望む方向に軌道修正するとか、そういうことなので、今すぐ行動を移さなきゃっていうわけじゃないよって。なぜかって言ったら、気づいた、そうかもって思ったら本当にそれを深く感じて安心して進んでいってほしいんですけど、何か慌てて心配しながら慌てていくっていうのは避けてほしいっていうことなので、別にタイミングは逃しませんよっていうことを言われてるなと思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみましょうか。仕事ね、どうかな。カップの7、ワンドの2、ソードキングということで迷ってますね仕事に関しては。自分の気持ち、ここですごく大事なことに気がついて、自分の真実の方に沿っていきたいって思っているけど、やっぱり現実的に仕事ってなった時に、今までやってきたこともそんなすぐには変えられないしとか、自分が求めているものがまだ形になってないがゆえにはっきり決められないとか、でも今のこの情熱っていうものは過去のものっていうか、これまでのやり方に沿ったやり方ではエネルギーを出していけないとか、そんな感じですね。そしてソードのキングっていうのもあるから、なんか正解だけを探したくなってるみたいな感じかもしれません。ちょっとこれはメッセージとしてなので聞き流していただいたらいいんですけど、お仕事って一緒になった時にもう正解だけをやっていくとか、効率いいことだけをやるとかではなく、たまに間違ってもいいし、寄り道してもいいし、無駄なことも含めて、今はもうこれが自分の役割と思うんだったらそれでいいかなぐらいの気持ちで向き合ってくださいって感じがしました。なんか理由を探したり、正当性を見つけようとしたり、何かちゃんとなんか分けようとすると分けられない感じがして、その分けられないということでまたストレスを感じそうなので、今はそういうのもありかなっていう迷いもあるかもしれないし、無駄かもしれないけどいいんじゃないって、今はいいんじゃないっていうぐらいの許容範囲というか、そういうのを持つ方がストレスなくいけるのかなというふうに思いました。リスクを避けようとするがあまりに喜びも忘れてしまっているみたいな、そういう風にならないように気をつけてねっていうメッセージですね。そして人間関係見てみましょうか。はい、人間関係はソードのクイーン、死神デビルの逆ということで、普通にこの時期の星を読んだら、人間関係ってなんか全然気にせず楽しんでっていう時なんですよ。まだ準備ができてないからとか、そんなの全然関係なく、今の自分で楽しんでいいよ、今の自分でも好きなだけ表現していいんだよっていう時なんですけど、カードで見たらなんて言うんだろう、もう関係性においてこれ以上考えたくありませんみたいな感じがあり、だから自分から手離しますみたいな、そんな感じがあります。もうとにかく関わりたくありませんみたいなそんな感じがあって、何か疲れてらっしゃるとか、やっぱり気になることがあるのかなって感じはしますね。どうなのかな。例えばでも私すごく思うんですけど、自分はもうこれ以上傷つきたくないし、嫌な思いもしたくないし、誰かと揉めたくないからもう関わらないっていうふうにやってたとしても、なんか別にその人が何をしたからとか、どういういいことをしたからとか、いい関係を保ってるからとか一切関係なく、その人がその人であることってやっぱり美しいなというか、やっぱり可愛いなっていうか、存在そのものだなっていうふうに感じるんですよね。なのでそういう目線で自分のことを見てあげたら、
なんていうかちょっと気持ちが楽になるかなと思ったんです。誰も別に魚座さんを責めてないし否定もしてないんだけど、なんか他者から傷つけられるとか他者から否定されるみたいな思うとどうしてもなんかもう閉じたくなりますけどね。でも今人間関係っていうふうに言われているのはそういう怖い関係性とかこうなったら嫌だなって思うその関係性における恐れっていうものを超える時だよっていうふうに言われてる気がしたんです。心配しなくても6月の後半になったらまた自分が楽しんでいいよみたいなより一層そのエネルギーが強くなるから楽しみも出てくるんですけどね。でも今はなんか誰かとの関係をとにかく終わらせてすっきりしたいんだなっていう感じが出てます。もうこれ以上引っ張られたくないんだみたいなエネルギー的にもうご自身がもういいんだっていうことで綺麗にバウンダリーを引くというか境界線を引いてすっきりしたいのであれば関係性終わらせるのもいいと思いますよ。やっぱり自分の気持ちを一番優先させてほしいのでこの時期は自分の内側に光が当たってるからね。なのでもう腐れ縁とかもういいやって思う関係はもう終えてもいいんじゃないでしょうか。そして必要以上に恐れないでくださいね。何か悪いことが起こるんじゃないかとかそんなことは全然思わなくていいですからね。整理したいんだなっていう感じです。ちょっともう一枚見てみようかな。ちょっと人間関係に関しては別途取りますので少々お待ちください。今補足で引いたカードが遊びっていうカードが出てます。まさにこれなんです。遊んでほしいんです。楽しんでほしいんです。魚座さんに。でもすごくなんかこうシリアスになってもうこの人嫌だみたいになったら、距離を置いてもいいし一時的に切ってもいいし関わらないというふうにしてもいいです。ただ楽しい関係もあるから自分で自分を喜ばせることも忘れないでねっていうふうに言われてます。なんせカップの10ですからねオラクルが。はい、そんな感じかな。何かヒントになりましたよっていう方いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。そして最後にもう一枚オラクルカード引いてみます。これフランス語で書かれているカードなのでまた皆さんでこの絵柄からメッセージを受け取ってみてください。はい、これかな。どうですかこのカード。希望がある感じがしますね。はい、ということで今回もありがとうございました。素敵な時間をお過ごしください。失礼します。